こんにちは、サニーです。今回はセリアさんの刺繍図案キットを使って少しアレンジしたバネ口ポーチを作っていこうと思います。切り替えた布とサイドの三角まちがとても可愛らしい手のひらサイズのポーチです。今回はバネ口にしましたが、紐を通してね、巾着袋にもできますので、ぜひお好みでね、作ってみてください。はい、今回はこちらの刺繍図案、バネ口巾着用のプリントクロスを使います。1番のスズランですね。全部で4種類あるそうです。私が購入したのはこちらのスズランと、もう一つね、ミモザを購入しました。ミモザは後日アップしますので、よかったらまた見てください。それでは刺繍していきましょう。この図案は、水に濡れると消えてしまうので、注意して刺繍していきます。まずスズランの茎を1本取りで刺繍します。25番刺繍糸1本取りですので、8号か9号の針を使います。玉結びをして刺繍を始めます。この茎と枝がちょうど Y の字になっていますので、フライステッチで刺していきます。今回、茎と葉っぱの刺繍糸の色なんですけれども、DMC930 番を使っています。この色にしたのは切り替え布と似たような色で、統一感を出すためです。このスズランをモチーフとして見立てて一色で刺繍しても面白いかと思います。はい、こんな感じでね、続けて刺していきます。はい、最後の Y の字まで来たら、残りの茎の部分はアウトラインステッチで刺していきます。刺し終わったら裏の縫い目に糸を 3,4 回絡めて糸処理をしておきます。すべての茎が刺繍できました。次は葉っぱを刺繍していきましょう。付属の解説にはこの葉っぱはサテンステッチとなっていますが、時間がかかりそうなのでチェーンステッチで刺し埋めていくことにしました。はい、葉っぱがすべて刺し終わりました。これはね、花の数が全部で40個あるので、かなり大変でした。
でもあともう花を刺すだけなので頑張ります。それでは花を刺繍していきましょう。3本取りで2回巻きのフレンチノットステッチをしていきます。一枝に一つずつ花を刺すんですけれども、混み合っている場合は無理に刺さなくても大丈夫です。はい、スズランの刺繍すべて刺し終わりました。はい、そしたら優しく水洗いして図案線を消します。そしてね、アイロンもかけておいてくださいね。はい、それでは刺繍布を縦22センチ、横12センチにカットしていきます。バネ口10センチ、12センチとも同じ大きさです。まずは横半分に折って折り線をつけます。この折り線がカットする際の目安になります。この中心線から左右に11センチのところをそれぞれカットします。今度は縦半分に折って折り線をつけます。中心から6センチずつのところをカットします。刺繍布のカットができました。はい、こちらはダイソーさんで購入したカットクロスです。裏布と切り替え布に使います。この布は綿彫りですけれども、綿の割合の方が多いので、丈夫で耐久性がありますね。ある程度張りがあって、とても薄いので、バネ口ポーチはね、あまり分厚い生地を使わない方がいいので、とても適していると思います。それでは、バネ口10センチのカットサイズです。口布6センチ ×17 センチが2枚、裏布22センチ ×17 センチが1枚、切り替え布22センチ ×4.5 センチが2枚、そして先ほど切った刺繍布とタグです。タグはお好みですので、なくても構いません。バネ口12センチの場合はご覧の寸法です。私はバネ口10センチで作っていきます。裏布を縦半分に折って中心に印をつけます。反対側にも印をつけておきます。中心の布端から2センチ下がったところにタグをつけます。内側にね、タグがあると開けた時にちらっと見えてね、ちょっとおしゃれですよね。次に口布の両端を1センチ折ります。布端から 0.8 センチのところをミシンで縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。はい、太いステッチでね、ここを押さえたので、布端が邪魔にならず、口金がスムーズに入ります。口布を外表に半分に折ってアイロンで押さえておきます。刺繍布の両側に切り替え布を縫い付けていきます。切り替え布を
中表にして端を合わせてクリップで留めておきます。布端から1センチのところを縫います。はい、両端が縫えました。そしたら切り替え布の方に縫い代を倒してアイロンをかけておきます。口布を本体に縫い留めます。まず本体の中心に印をつけます。反対側にも印をつけておいてくださいね。口布の縫い代側にも中心の印をつけておきます。口布と本体の中心を合わせてクリップで留めます。反対側も同様にクリップで留めて布端から 0.5 センチのところを縫います。はい、縫えました。こんな形になってますね。次に裏布の中心に印をつけて刺繍布と中表にして合わせます。印同士を合わせてクリップで留めます。はい、クリップで留めたところを布端から1センチで縫います。片側だけは返し口6センチから7センチぐらい残して縫います。はい、返し口を残して両側が縫えました。一度表に返してアイロンをかけます。アイロンがかけ終わったらもう一度ね、中表になるように布を返します。そうしたら縫い目と縫い目を合わせます。口布は裏布の方に倒して、縫い代は刺繍布の方に倒しておきます。縫い目を合わせてクリップで留めておきます。反対側も同様にしてください。はい、次に輪になっている方の布の端に印をつけていきます。バネ口12センチの場合は2センチの印をつけます。バネ口10センチの場合は 1.5 センチの印をつけます。4つの殻をすべてに印をつけていきます。次にここの印をつけたところを3ミリほどカットします。ここは縫い代1センチなので深く切り込みすぎないように注意してください。こんな感じでね、両側、表と裏両側に浅い切り込みが入っています。4箇所すべてに切り込みを入れます。
切り込みがあるところを2箇所ですね。こうつまんで山折りにします。次に山同士を重ね合わせます。横から見ると布が M のように折り曲がっています。布端もしっかり揃えてクリップで留めておきます。この折り方で側面に三角待ちができます。裏布側も同様にしておきます。布端から1センチのところを縫います。この時に口布を巻き込んで縫ってしまわないように注意しながら縫っていきます。指で押さえてみると口布がどこにあるのかわかるので、ここをね巻き込んでしまわないように注意しながら縫っていきます。縫えたら返し口から表に返します。はい、可愛らしい三角待ちができましたね。表布の中に裏布を入れ込んで形を整えます。はい、次に返し口をこの字とじで閉じます。はい、次にこの周りぐるっと一周ですね、0.1 センチのステッチをかけていきます。このままだとねこうしてねちょっと縫いにくいですので、裏返して内側からミシンをかけると縫いやすいです。返し縫いをしないで始めて縫い終わりの時に返し縫いをします。それではバネ口を通します。釘の頭になっている方ですね。こちらを上にしてバネ2本とも同時に通していきます。はい、バネが通ったら3つの穴を重ね合わせて金具を差し込みます。ペンチなどで挟んでしっかりと根元まで押し込みます。はい、これでバネ口ポーチの完成です。はい、
今日の動画はいかがでしたか？ちょっと今回はね、長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。このポーチはね、刺繍布じゃなくて、柄の布を使ってもとても可愛くできますので、ぜひ作ってみてください。それではまた。